今日は何ですかこれ？今日は美容の会社の年度末の、表彰式も兼ねた総会です。なんか毎年やってるやつですか？そうですね。今年はちょっと規模感的にはかなり去年ともうスケールアップして、去年よりも格段に大きい会場と、予算も、あんま言っていいか分かんないですけど、トータルで3000万ぐらいがかかってますね。3000万かかってるんですか？そうですね。今日1日で。スタッフの子たち、僕ら結構店舗数多いんで、彼らがこっちに来るための交通費、新幹線代だったり飛行機代と、あとはその彼らが宿泊する、その宿泊代も込みなんで、そういうのも含めるともろもろ3000万ぐらいで、本当はみんな呼んであげたかったんですけど、ちょっと会場の都合的に、うちは1000規模なんで全員が入るところなかなかなくて、今回は成績上位者250名っていうところなんですけど、来年は1000人規模のスタッフたち全員呼びたいねって話して、ただ1年頑張ったそのお疲れ様会的なねぎらいもありますし、あとはこれに参加したいなとか、ここで表彰されたいなって、その来年に向けてのモチベーションにもなると思うんで、ちょっとホスト譲りなとこありますけどね。こういう総会でモチベーション上げていただくっていうのは割とホスト時代にやるのが慣例みたいなとこあって、美容の会社ってやるとこやらないとこ結構二極化すると思うんですけど、僕らはやるっていうのはちょっと僕がバックグラウンドホストっていうのはあるかもしれないですよね。もう真っ暗。もうもぬけの殻。もぬけの殻でございます。よろしくお願いします。上重です。よろしくお願いします。ローランドです。後ほどまた。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。MC 上重さんなんですか？いや、そうなんですよ。オファー受けていただけるかちょっと分かんなかったんですけど、ダメ元で頼んで、やっぱ一流どころっていうところで、今回お願いさせていただきましたね。今年は違うぞっていうのは多分感じると思いますね。大切なのは、もう頑張ったってしょうがねえじゃねえかと思って諦めるやつと、どう思われるかよりもどうありたいかの方が大事だと思って、そこでとにかく頑張ってみようと、頑張れるやつか、理不尽だからって諦めないでとにかくやり続けるんですよ。そういうやつが最終的に僕は勝つと思ってます。まずはじめにブランドプロデューサーローランドさんよりご挨拶を頂戴いたします。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、集まっていただいてありがとうございます。まずね、僕が、皆様に、お伝えしたい話をする前にですね、皆さんもオーラでお気づきかもしれないですけど、スペシャルなゲストが来てくださっておりまして、ブレイキングダウンから、溝口さんが、来てくださっておりますので、ぜひ壇上に来ていただいて、はい、登場している最中に僕の口から説明させてください。今年から、ブレイキングダウンさんのどうぞメインスポンサーをさせていただいておりまして、その中でね、このようなすごい企画をね、作ってくださり、そして、自社を PR していただいているということで、皆さんはじめまして、ブレイキングダウンの溝口と申します。全然段取りが違うんですけど僕まだまだ呼ばれないって話だったんですがRBL を PR してくださる RBL ガールズの皆さん、お越しくださいました。それでは皆さん盛大な拍手でお迎えください。どうぞ。ありがとうございます。レッドカーペット歩いてきてください。そして、高い金牌とおりますダンサーお気をつけください。中央どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。すみません、なんかちょっと段取りが。ごめんなさい、僕が遅れちゃったせいなんですいやいや、全然大丈夫です、大丈夫です。ちょっと改めて紹介すると、彼女たちはRBL ガールズといってこちらに RBL のロゴ入ってるじゃないですか。でブレイキングダウンさんと今回メインスポンサーやらせていただいてまして、あれぐらい大きいコンテンツなんで、注目度も高いんで、彼女たちにこのラウンドガール的な活動をしていただく中で RBL のロゴを身にまとって PR をしていただくということです。すごくないですか？いやもうそうですよね。なかなか。これが通常運転の衣装ってことですか？これは通常じゃない。違う。じゃあもう溝口さんが説明してくれてもいいかも。いや、なんか僕今日実は急遽彼女たちが来ることが決まったのもあってですね、それで衣装がないと。で彼女たちにどうぞ勝手にっていう感じで、うちのスタッフが言ったらですね、気づいたらこれになってる。あ、なるほどね。だから急増ユニフォームではあって、もうちょいなんかちゃんと RBL のスタッフの人たちにも許してもらえるようなものに変えないと。なるほど。本当に初めましての女性が何百人もいる中で、彼女たちと一緒に男女上がるのが本当に嫌だったんで。なんか嫌だ。ひどいよね。なんか本当にその初対面の人が見ると本当になんだろうな、怪しい事務所の社長みたいなポジションです。絵的にはそんな感じちょっとなっちゃってますよ。絵的には。だからスタッフの方たちに本当に変な誤解はしないでほしいなみたいな。ブレイキングダウンの広告の話も初めて知ったんですけど、いつ頃からやってるんですか？年末ぐらい、11月ぐらいからメインのスポンサーの方はさせていただいてるって感じですね。あとはラココではTVer の CM とかも施策として打っていくんで、言える範囲でいいんですけど、どれぐらいお金かけてるもんなんですか？単位で言ったら億にはなりますよね。脱毛サロンってわかんないですけど、なんでこんな調子いいんですか？コロナ禍とかでまず競合他社が減ったっていうのがまずあるのと、その中でなぜその競合他社が脱落していく中で残れたかというと、コロナ禍の前に割と先駆者特権ブルーオーシャンの時に脱毛サロンやってたんで、なんかどうせ通うんだったら長いところの方が安心だよねっていうところで起業したタイミングが良かったっていうのと、あとはそのコロナ禍の最中に耐えられたっていうこの2つが多分一番要素としては、もちろん現場のスタッフの頑張りとかあるんですけど、あんまいい時撮ってくれないんで、やっといいタイミングでカメラ入ってくれたなっていう。いつもホストぐらいで揉めてるとこしかね多分撮ってないから。どんなメンバー、どんなチームでしょうか？一人一人がコンセントを直してほしいですあと人が足りないので、もうちょっと人が欲しいです忙しいです。猫の手でも借りたいぐらいですローランドさんは那覇店にくるくる詐欺ばっかして全然那覇店に来ないんですね。で何年来てなかったんでしたっけ？3年ぐらい那覇店に来てないので、ぜひ那覇店にも足を運んでいただけたらなと思っております。はいなんか店舗にたくさん来るみたいな感じで自分思ってたんですけど、全然来ないじゃないですか。毎日洗濯機ゴシゴシしてホコリ取ってるんですけど、全然来ないじゃないですか。早く来てください、ロランドさん。一緒にご飯行きたいです。一回も行ったことないんで。こういうニュースがあったけど RBL は大丈夫って言われること多くなりました。ただ、ローランドさんっていうのはあるので、そこは安心する強みではあるんですけど、でもいつ何があるかわからないなと。ニュース見たんだけどラココは大丈夫なのって言われて、大丈夫だよって私は心配ですけどねちょっと心配はしてる。ちょっと心配はしてる。お客様にやっぱ聞かれるたびに大丈夫ですとは言い切れない。どう答えるんですか？お客さんに聞かれた時。聞
械メーカーだし脱毛だけじゃなくてっていういろいろやってるからっていうのは答えてます。最近そのコラボとかっていうのが増えてきてるので、ちょっと不安はありますね、そこに関しては。で、やっぱりこう広告費かけた時にちゃんとこううちでしっかりこう店舗で取れるのかっていうところも、不安はあったりはするので、なんかその広告費の面での不安はちょっとあるかもしれないですね。いいものだけを見せるっていうこともしないので、営業部としてこうなったらもうやばいよっていうところもやっぱりスタッフにもしっかり共有はしているので、いつ潰れるかなんて正直こんだけ正しくやってても分かんない。だからその不安はいつでもありますけど。お疲れ様でした。お疲れ様でした。こんな有名なホテルで新年会できる会社に育ったぜっていうのはマジで嬉しい。お母さんに電話しようかなって感じ。でも確かにすごいですよね、六本木のこの誰もが知ってるホテルじゃないですか。そもそも会社規模がいかがわしいと多分やらせてもらえなかったりとかしますからね。そうだからそういう意味でなんか真っ当な大人になった気持ちですね。実はローランさんが講演会に行ってる時に、ちょっと食事してる社員とかに話聞いたんですよ。ただなんて言ってました？基本なんか大半の人がやっぱすごい満足してる感じだったんですけど、でも僕もニュースで見たんですけど、僕でも知ってるような超大手のサロンが、なんか最近めっちゃ倒産してましたよね。あれね。そういうの実際にローランさんのところにも上がってきてるんですか？もうタイムリーでまさに結構大きいところが何個か潰れてたタイミングでお客様とか社員の子たちから、そういう声は実際ありましたね。大丈夫なんですか？うちはもうマジで 100% 大丈夫って、もうカメラ越しに断言できるぐらい大丈夫で、今までもその給料の遅延は本当1回もないですし、家賃の滞納も1回もないのと、あとは実際その正直言ってうまくいってる事業だけじゃなくて、うまくいってない事業も自分のホールディングスの中でいくつかあるわけですよ。でその中の1個がクリニック、あれはちょっとうまくいかなくて閉院しましたね。もう閉めたんですか？閉めましたね。2年ぐらいやってたのかな。2年ぐらいやってたんですけど、ちょっとやっぱ思ったように黒字化できなくて悔しいけど撤退っていうような形になりました。これって俗に言うこの報道とかで出てる美容事業の撤退じゃないですか。で僕らがどういう撤退の仕方したかを一回ちょっと、せっかくなんで本店の行く道中にあるんで、一旦その跡地見つつ、僕らがもし事業を閉めるとしたらこういう風にしますよっていうのを、看板は残ってるんですね、これ。看板残ってますね。まだ契約残ってるんで、もうこれしょうがないから自社でラココかRBL か何かしらで使いますね。そうなんですね。今やってないけど家賃は今もう現在進行形で得意技の金家賃もう真っ暗。もうもぬけの殻、もぬけの殻でございます。なんか残置物もありますけど、ここ手術室。悔しさが込み上げますね。これマスク、この辺はマスクで、この辺はもう注射針とかですね。食塩水だったりとか、これが手術台で、でも営業してたってことですよね、ここ自身から。営業してましたよ。でこの辺も機材とかありますし、これも買ったやつ。もう全部買いました。どうするんですかこれ？これは引き取ってくれるところに売却していくっていうような形に、他社に、もちろん定価よりも安い価格で引き取っていただきました、取り出すっていう感じですよね。どういう流れでじゃあもう閉めようってなったんですか？
まずクリニック自体はやってみないと分かんないよねっていう、興味あったらやろうっていうのが僕のモットーでもあるんで、行動力があるやつのデメリットだと思うんですけど、僕らもやりながら学ぶみたいなところあるんで、学んでいく中でやっぱり上には上がいるなとか足りねえ部分多いなっていうところでその競合他社さんに取り負けて、それでもね2年ぐらいはやってみたんですけど、これはちょっと難しいぞってなって撤退ですね。従業員の方はいもうなんか結構いたじゃないですか。雇用してましたね。どうなるんですか、急に先月潰れて。まず給料はその月しっかり払うっていうのはもちろんなんですけど、知り合いのクリニックで職場を用意してもらえるっていうところだったんですけど、新たに職探したい子たちもいるし、そもそもちょっとこっち都合だったんで、プラス1ヶ月分は給料で支払ってますね。なので1月返金したんですけど2月分の給料まで払ってます。そう。はい。実際僕はその起業家として見るとやっぱりチャレンジしないと当たりって出てこないんで、やってみないことにはもう分からないわけですよ。で10個起業して1個当たればいいっていうような感覚だと思うんで、その中で言うとその当たらなかった9個に入ってますよね、これは。ただいろいろやるためにはいくつか条件あって、まずは立つ鳥後を濁すと、新しいことやった時にあいつ責任取らないでやめるぞって噂広がったら、僕がまた新しいことやろうとした時に人って集まらないじゃないですか。で僕は経営の力ない分そのメディアに出てる看板でなんとか能力を補ってやってるタイプだから、より変な締め方やっぱできないわけですよ。だから、それこそホストクラブでもしっかりコンプライアンス意識してやりましょうねって言ってるのは、メディアに出てるからこそやらなきゃいけない俺の責任だと思ってるし、今回に関してもお客様に対して返金対応はもう全額して、引き受けてくださるクリニックも紹介をして、でさっきも言ったようにそのスタッフにはしっかり給料払ってプラス1ヶ月分払ってっていうような綺麗な辞め方をしてるんで、サロンの子たちも心配してるとは思うんですけど、今黒字なんでそもそも倒産する心配っていうのも限りなくゼロなんですけど、もしあったとしてもしっかり終わらせる時は終わらせるから、返金だったり給与の未払いだったりとか絶対しないよっていうのは、これは責任持って言えるかなと。